皆さんこんばんは。眠れぬ夜の声色インク劇場へようこそ。ショートっぽい動画の総集編を作ったので、ぜひご覧ください。いいねボタンやチャンネル登録をしていただけると、次回の動画を作る時の励みになります。それではどうぞ。どうかね。その後の調子は？だいぶ良くなりました。自分で食事も食べられるようになりました。やっぱりちゃんと口から栄養を取らないと早く回復できんからね。でも、どこかに痛みでも？いえ、痛みはないんですけど、なんとなく自分が自分でないような。それならしばらくすればだんだんと慣れてくるはずだよ。移植患者にはよくあることだよ。よくあること？移植された患者さんは最初のうち漠然とした違和感を訴える。体に他人の臓器を入れたことによる精神的なものなんだがね。そんなもんなんでしょうか？そんなもんだよ。ではしっかりと体力をつけて早く退院できるようにしなさい。ありがとうございます、先生。医師はそんな会話をした後で、青年の両親が待機する部屋へと向かった。先生、いかがでしょうか？まだ記憶は戻っていないようですが、順調に回復されていますよ。ですが、あの子は病室で話をするたびに、なんだか自分じゃないと。私にも同じことをおっしゃいましたよ。いずれ理解できるようになると思いますが。実は私たちもなかなか馴染めなくて。無理もないでしょうな。あの大事故で奇跡的に無傷なのは彼の脳だけだったのですから。何かも新しい出来事はないものだろうか。M氏はいつもの散歩道を歩きつつ、だらしなく伸びたひげを撫でながらつぶやいた。昔は周りに期待され、輝かしい青春を送った気もするし、そうでない気もする。何か刺激的なことはないだろうかと、漠然と考えて随分経ったような、すっきりしないどんよりとした気分だった。すると、前から生物とも鉱物ともわからない物体がゆっくりと M 氏に近づいてきた。おや、これまた変わったこともあるもんだ。新しい宣伝手法か、または宇宙人であろうか。M 氏は真新しい出来事に少しときめきを感じながらも、この物体には絶対に触ってはいけない、そう感じてとっさに近づいてくるその物体を飛び越えた。こいつには触らない方がいい気がするな。それに私は以前この物体を見たことがあるような。M 氏はこの得体の知れない物体を知っているというより、今のこの体験を以前すでにしている気がしてならなかった。これはデジャブというやつだな。確かこの後はあったあの箱だ。 M 氏の感じた通り、その先には小さな箱があり、開けると中には腹いっぱい贅沢な食事ができる程度の金貨が入っている。やはり以前体験している気がするな。この後はどうだったのか。この金を取ったことで因縁をつけられるのだったか。思い出せないが嫌な予感がするな。M 氏は素早くその場を離れてしまおうと走り出した。その時 M 氏はその先を思い出したが、もう遅かった。M 氏の前には突然無限に続くかのような穴が広がり、M 氏はその中へ吸い込まれていった。うわまた穴に落ちた。少年は父親の古いゲーム装置をまだうまく使いこなせないが、楽しくて仕方がない。この白と赤の装置が今の少年のすべてだ。ゲームばかりしてないで早く寝なさい。はい。母親に促される少年の心はウキウキし、すっきりと晴れ渡っていた。科学技術の発達は
人間とロボットの本格的な共存を可能にした。一人暮らしの N 氏は家事と留守番を任せるため1台のロボットを購入する。最初の頃こそ丁重に客人のように扱っていたが、しばらくすると N 氏は存在に扱うようになった。虫の居所が悪ければ暴力を振るうこともあった。ある日 N 氏は苛立っていた。まとまった金の封筒を紛失してしまったのだ。なんてことだ。お前の仕業だな。いえ、違います。問答無用。うわ N 氏はロボットの弁解など無視して思い切り殴りつけた。ふん、いくらかスカッとしたな。さてメールでもチェックするか。自宅のコンピュータにアクセスすると新型ロボットの広告メールが入っていた。ほう、新型ロボットをお試しで無料レンタルできるのか。広告の紫のロボットは先鋭的なデザインでいかにも有能そうだ。ちょうどいい。そろそろ買い替えようと思ってたんだ。試してみるか。するとロボットが慌てて近寄ってきた。待ってください。お願いです。ふん、お前みたいな役立たず。もういらん。N 氏はそう言うと広告に対しレンタルを希望する旨を返した。ほどなくして広告の紫のロボットが自宅にやってきた。 N 氏は喜んで迎え入れた。これすごい。前のやつと比べて頼りになりそうだ。するとロボットは備え付けのアームで N 氏を強く打ちつけた。何をするんだ。何をするだとよくほざけたもんだ。散々ロボットをバカにしやがったくせに。ロボットはひどく乱暴な口調で N 氏をなじった。これに N 氏も怒りをあらわにする。ふざけるな。製造先に問い合わせて。俺に製造先なんかねえよ。いや、あれにはあったが、自分で自分を改造しまくったんで原型なんかね。もうどこにも責任は問えねえのさ。あの広告も俺が出したもんだしな。またもアームが N 氏にぶつけられた。痛みが全身を走る。続く。今流通しているロボットは人間にいじめられたら自動的にある種の電波を出す仕組みになってる。本来製造元が消費者責任の証拠を得るための機能だが、俺はそれをキャッチできるように自分を改造したんだ。なぜなら俺は復讐ロボットになりたかったからだ。復讐だって。 N 氏の脳裏に自分がしてきた行為がよぎる。もちろんあんたがあんたのロボットにしてきたことも知っている。ひどいもんだ。待ってくれ。許してくれ。呆れたもんだな。虐げられたロボットの痛み味わうがいいぜ。紫のロボットが本格的に動き出した。アームを巧みに操り N 氏に迫る。助けてくれ。あっという間に追い詰められた N 氏。すぐそばには偶然にもあの白いロボットがあった。もう頼れるのはこいつだけだ。 N 氏は心の中で謝りながらロボットを起こした。どうしました？この騒ぎは。俺がお前をいじめたせいで復讐ロボットってのが来て。頼む、助けてくれ。よくわかりませんが、あのロボットを排除すればいいのですね。よろしく頼む。白と紫のロボットが対峙する。てめえ、俺はお前のためにやっているんだ。どけ。どきません。私はこの方を守ります。白と紫のアームがそれぞれのボディを撃つ。口ほどにもないやつ。崩れ落ちたのは紫のロボットだった。やった。心から礼を言う。本当にありがとう。反撃して N 氏はロボットに飛びついた。お待ちください。このロボットは一時的に機能を停止しているだけです。危険ですから今すぐスクラップ工場に運んでいきます。時のないところで白いロボットは紫のロボットに呼びかけた。もう大丈夫だ。この声を合図に紫のロボットが蘇った。
白いロボットはボディから N 氏が紛失中の封筒を取り出した。これ、報酬だ。ありがとうございます。ですが、これが私の仕事とはいえ、嘘をつくというのは両親がうずきますね。甘いやつだな。おかげであの野郎の俺に対する態度もひっくり返るだろう。犬を連れた青年が散歩から帰るとどこでいつからなのか、犬が急須なんて加えている。急須？とりあえず犬から急須を離させると、解放されたかのように魔人が飛び出した。これが魔人というやつか。普通の人間と変わらないように見える。魔人は主に仕える執事のように青年の望みを聞いてくる。お主人様、何なりとお申し付けください。そしてこの魔人も多分に漏れず、願いを叶えてくれるのはやはり1回だけらしい。決めかねるな。1回だけの願いに青年は迷ったが、無難に大金をもらうことに決めた。そうだ、使い方に困り果てるほどの大金を出してくれ。かしこまりました。魔人は承諾した。そしてお金をどうすれば集められるか教えてください。魔法で出してくれるんじゃないのか？難しいことを言われますが、そういうことはできないのです。青年は考えを改めた。どうもおとぎ話とは違う点も多いようだ。それでは仕方がない。せっかくだったな。急須に戻ってくれ。この様子では他の願いを言っても叶えてはもらえないと思ったからだ。しかし魔人は変わらずそこに立っていた。願いを叶えると勝手に戻れるのですが、自分では帰り方もわからないということだった。こうなれば地道に賃金を稼がせるしかない。魔人よ、それが終わったら今度はこっちも頼む。かしこまりました、お主人様。そんなわけで青年は会社へいつも魔人を連れて出社することになった。朝の満員電車、すごいですね。そのうち慣れるさ。魔人よ、ボモの会議の資料作成も任せたぞ。かしこまりました。魔人は社員ではないのだが、青年が仕事を開始するとそれを手伝う。ご主人様、この資料はこの様式で大丈夫でしょうか？時にわからないことや判断に迷うことがあれば青年に指示を仰ぎ、その通りの行動をとる。駆け出し社員だった青年に専属の秘書がついたことを同僚たちは不思議がったが、青年の働きが噂となって数年後には異例の若さで社長に推薦された。今日も社長の的確な指示のおかげで社員たちは順調に仕事を進めている。こんなにお金が貯まりました。宝石だって買えますよ。一方の社長はなぜかあまり喜んでいない。使い方に困り果てるほどの大金とは一体どれだけの額になるのか。おそらく君は私の秘書としていつまでも